はい、皆さんこんにちは。フェザーファクトリーの下田です。今回は、初めてのウィンドウサーフィン。これまで、そうですね、まあ、セールアップとか、タックとか、ジャイブとか、ちょっとリフージの、ものをやらせていただいてましたが、今回は、ハーネスをちょっとフォーカスして、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。新コーナーをこれから、いきなりですが、やっていきたいと思います。新コーナー、Q&A コーナーですね。初心者の方向け Q&A コーナー。うちの辻の方がちょっとお答えするような形になる予定なので、ウィンドサーフィン、サップ、その他、あくまで初心者の方向けの質問ですね、が気になることあれば、やっていきたいと思いますので、今回の動画のコメント欄や概要欄に質問を送っていただけたらと思います。どんな感じになるか楽しみなので、皆様ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ではこれから早速ハーネスのお話しさせていただきたいと思います。まず最初セッティングがとても大事になりますので、そちらからお話しさせていただきたいと思います。まずですね、ハーネス何個かあるのですが、まずハーネスラインをそもそもつける位置。これは、基本的にはハーネスのついている場所を一点で支えたときに、セールが閉じすぎず、かつ開きすぎず、きちんと閉じてくれる場所につけるというのが、基本になります。例えば、ハーネスラインの位置が前側につきすぎている場合どうなるかというと、ここについているとすると、一点で支えると、セールが開いてしまいます。ここだとちょっと前につきすぎてしまっている状態。逆に、今度後ろすぎるとどうなるか、ブームエンド側すぎるとどうなるかというと、セールが引き込まれすぎてしまって、通常セーリングできなくなってしまうと。なので、基本的には、この開いてるところから下げていって、しっかり閉じる場所。それ以上下げると、マストが傾いてしまう。この、ちょうど安定する場所を探してつけるようにしてみてください。次に、ハーネスラインの長さ。これは基本的にはこのような形でブームに手を当てて肘の長さぐらい見えるかな、肘の長さぐらいをまず基本目安としてつけてみてください。ただしこれはここを基準にした上で多少長くしたり短くしたり結構好みもありますので、そこをあくまで基準としてここにしなければいけないというわけではなくて、基準としてちょっと長さ調節をしてみてください。で、あとは、このハーネスラインの幅。ここもかなり好みがあって、これが答えというものはないです。ただ、はじめ、逆に言うとか、短い、幅がすごい狭い場合は、セールのハーネスをつけるときに、セールのトリムはしやすくなります。逆に、幅が広くなると、支える安定感は強くなるというような形で、特徴はあります。で、もしちょっとよくわからないなという場合でしたら、手幅分ぐらいの幅でつけておくことを、初めはお勧めします。次はですね、ブームの高さについて。このブームの高さは、一般的には、セール等によってまた変わりますが、一般的には、だいたい胸、肩、前ぐらいの高さに、つけてあげるようにということは言われています。で、実際、ハーネスをつけたときに、しっかり体重が、支えられる高さですね。例えば、このブームの高さが低くなると、つけるっていうことだけをやると、つけやすい場合もあるのですが、この後体重がかけにくいっていう風になってしまいます。逆に高い場合は、そもそも付け外しもしにくいところもありますし、かけた後引っ張られすぎちゃって、預けても倒されてしまう。なんていうこともありえますので、その適正な高さをもちょっとハーネスの調節とともに、ブームの高さも見てみてあげてください。はい。あと、皆さんね、ハーネスの調節をするっていう時、ボードもあると思うんですが、ボードの向きをですね、その場所の風に対して、クローズホールドの、向きに
向けながら調節してあげると、横乗りのような状態になりますので、セッティングととてもしやすくなりますので、調節するときはボードはクローズの向きに向けてからやっていきましょう。次はですね、ハーネスの、セッティングを終えた状態、そこからいよいよちょっと最初は付け方、外し方、ハーネスの付け外しですね。特に最初ハーネス練習して付けてずっと乗っていくのがいいっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、実際は付けて何かあった時にすぐ外せるね、落ちないっていうのがとても大事になってきますので、この付け外しをちょっとしっかり練習して、そこから安定したセーリング、ハーネスをかけたセーリングをちょっと目指していけたらなと思いますので、ちょっとお話していきますね。まず付け方ですね。これハーネスをかけないで、セーリングしているような状態、セールと自分が横から見るとこの V の字になっているような状況ですね。この状態からハーネスをつけようと思ったら、まずセールを全体的に寄せてきて、自分も同じように寄っていく。そしたら近くになるので、近くになったら体勢を低くして、そこからまた元の V の字の状態に離れていくというような、この形を作っていきます。ちょっとだんだん慣れてきたら素早さも意識してかけられるようにちょっと練習をしてみてください。はい、今の形で練習してみて、いやそれでもなかなかハーネスちょっとかけるの苦手だよという方は、こんな方法もちょっと試してみていただけると思います。ハーネスの持ってるところからハーネスの下に親指を引っ掛けてあげて、こうやって持ち上げられる状態を作ってですね、まずこう乗ってるところからセールを寄せてきたら、自分はあまり動かなくても親指を上に上げるとハーネスラインが引っかかりやすくなりますので、セールを寄せる、引っ掛ける、離すというような形ですね。もう一回セールを寄せる、上に上げて引っ掛けるというような、このような形で練習をするのもいいかと思います。だんだん慣れてきたら、ここも瞬間的な動きでかけられるようにたくさん練習をしてみてください。はい、ではちょっと海の上でもやってみたいと思います。ちょっと最初説明でゆっくりやると、セールと自分が離れている状態からセールと自分が同時に近づいてフックをかけて離れる。ちょっとつけるのが大変だなという方は、セールを寄せてきた時に親指ですね、親指をハーネスラインの下に入れておいて、セールを寄せたら親指を上に上げてフックをかけてしまう。次は外し方、ちょっとやっていきたいと思います。外すとき、ついてるときは基本ここハーネスのラインがピーンとテンションがかかった状態、この状態であれば基本外れない状態なのですが、外したいときはこのハーネスのラインのテンションが緩めば外れる。イメージはつけるときのちょっと逆みたいになるんですけども、つけるときと一緒になると思うんですけども、ビーンと乗ってるところから外したいなと思ったら、セールと自分がちょっと寄ってテンションを緩める。そしたら体をちょっと伸ばしてバーの位置をずらしてあげる。ハーネス引っかかってるところからずらしてあげるとハーネスライン外れてくれます。もう一度やってみると、よいしょ、ハーネスがついているところから近づいてテンション緩めて腰上げると外れる。このような形で、こちらもゆっくりやるではなくて、素早く瞬間的な動きでやっていきたいので、ついてるところからすぐ外せるようにちょっと練習をたくさんしてみてください。はい、ではちょっと海の上でもハーネスのまず付け外しですね、やってみたいと思います。ここからつけて外す、つけて外す。ハーネスのですね、付け外しをたくさん練習して、付け外しはできるようになってきましたら、ハーネスをかけて長距離、走っていきたいと思うんですよ。で、長距離走っていくときに、大事な動作として、ハーネスをつけたままの風の取り逃がしというのをちょっとここでお話しさせていただきたいと思います。風が強くなってきてしまって風を逃がしたいな、パワー弱くしたいなと思ったら、基本はこの前の手、マスト手を使って風を逃がしてあげたり取ったり、
逃がす、取る、逃がす、取るというような形で前の手を使ってあげると、ハーネスがついていても風の取り逃がしがすることができます。もっと風が強くなってきてしまった場合というのは、この前の手だけで対応できない場合もありますので、その場合は自分の体を前側に向けるような形も合わせてやってあげると、より大きくセールは開くことができます。で、これ大きく開いた後、風取るときにしっかりパワーが出ますので、この時はちょっと膝も曲げて、まっすぐの荷重もね、まっすぐごめんなさい。ブームへの荷重も強めてあげて、対応できるようにやってみましょう。もう一度小さな取り逃がし、風の逃がしですね。重たくなったなと思ったら前の手を使って芝から取るという形。もっと強くなってきたら体も前に向けて大きく、この逃がした後戻すときはパワーがどんと出ますので、しっかり膝も曲げて下に押さえるような形で対応していきましょう。で、逆に乗っていて今度風が抜けてきちゃって後ろに倒れそうだなという、ことを感じたらですね、後ろに倒れそうと思ったらバックハンドをちょっと強めに引いてあげて、パワーを出してあげて起き上がらせて、自分の体をセールに起き上がらせてもらうというような動作も必要になります。で、これもだんだん慣れてきましたら、もうわずかに重たいなと思ったらもう風逃がしてあげる。逆に少し後ろに下がりそうだなと思ったらすぐ風取ってあげるというように、最小限の動きで、トリムが終えられるようにちょっと意識をしてみてください。ハーネスをつけていての風の取り逃がしですね。基本セールが重たくなってきて体が起き上がってきたなと思ったら前の手を使って風を逃がして取る。重たくなってきたな、風を逃がして取り直すというような形。もっと風が強い場合は手だけではなくて体もちょっと前に向けて風を作る。もう一度、重たくなってきたな、体を前に向けて大きくセールが動くように体も使って風を逃がしてあげます。風を逃がした後、風を取るときパワーが結構出ますので、ジョイントを押さえるようなイメージでしっかり下に押さえてあげるようにも意識してあげてください。逆にちょっと風が弱くなる、セールパワーが弱くなって倒れそうだなと思ったら風を取ってあげる。後ろに倒れそうだなと思ったら風を取ってあげる。後ろの手でセール手を使って風を取ってあげるようにしてみてください。この2つを使って前に倒れそうな時は風を抜く、後ろに倒れそうな時は風を取るというような形で、対応してみてください。じゃあハーネスをちょっとかけた時の姿勢というかフォームの話もちょっとさせていただきますね。ハーネスをかけました。基本よくつけた時に上体がこう上向いて上でこう頑張ってセールを支えようという方もいらっしゃるのですが、ハーネスのバーが上向いたような状態だととてもバランスが悪くなってしまいますので、基本的にはこのバーがちょっと気持ち下でグッと押さえてあげるようなイメージですね。逆にこう近づきすぎてもお尻が出たような形になってしまって、セールがとても重たく感じてしまいますので、基本的にはちょっとお腹にちょっと力が入るような形で、上すぎず出すぎない、一番セールと距離が取れているような角度じゃない、失礼いたしました。距離感でちょっと乗っていけるように意識してみてください。失敗例としては、セール風が入った時に取り逃がしできなくて前に倒されてしまう。前に倒されないようにするためには、もう頭がこう前に持ち上がってくるような、腰が上がってくるような力を感じた時に、もうすぐ風を取り逃がす、前の手を使って風を逃がしたり、あと体勢をね、より高いまんまだと逃がしても前に倒されそうになるので、膝が伸びきってしまわないようにちょっと膝を曲げてあげたりしてあげて体勢を整え直します。次に今度反対側にのけぞりすぎてしまったような状態で、やばい、
後ろに倒れてしまうなんていう時はすぐ風を取る。ね、そのまま後ろに倒れる前に風を取ってあげます。この風を抜いたり取ったりという動作は、もう体がね、少し動いてきてしまって、バランス崩しそうと思った瞬間に、風を抜く動作にしても、風を取る動作にしても、即座にね、できるように、日々練習してみてください。あと、ハーネスつけて安定して乗れるようになってきたら、よいしょ。ちょっと見えるかな。後ろの手を離した状態。ワンハンドセーリングね。逆に、よいしょ。後ろの手そのままで、前の手も離しての、よいしょ。セーリング。なんていうのも、ハーネス頼る練習にはなりますので、練習していただけると面白いと思います。はい、皆さん、今回も、動画ご視聴いただきありがとうございました。ハーネスということで、なかなかね、前に倒れたり、結構落ちたりすることが練習中は多いのですが、いずれ慣れてくると、とても楽にセーリングできる、とても大事な、テクニックというか、乗り方になりますので、皆さん諦めず、しっかり練習してみてください。それではまた、次回、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあ、じゃんけんしちゃう？じゃんけんしちゃう？そっち？OK です、OK です、OK です。すげえ。外でやるの恥ずかしい。よし、わかりました。やりましょう。はい。あれでしょ？あれだよね。OK。後で覚えてろよって感じがする。いきます。はい。最初はイエーイ。テザーじゃんけん。ふざけんな、ファック。